皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは、数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。与えられたシステムに対して数式モデルを作成したら、これを使った計算を行い、解を求めなければなりません。通常、数式モデルは微分方程式で記述されるため、これらの多くはコンピューターを使って解くことになります。そこで今回は、化学反応を伴うシステムの分野で数式モデリングを行う際に必ず知っておくべき数値計算技術についてお話しします。数値計算は数式モデルを構成する代数方程式や微分方程式の解を求めたり、行列計算を行ったりするときなどに必要となります。長い年月にわたって多くの研究者により開発されたさまざまな数値計算アルゴリズムに従い、C、BASIC、FORTRAN などのコンピューター言語でプログラムを作成し、計算値を得ます。しかしながら、数値計算ではコンピューターの特別な計算方式や記憶容量の制限により、必ず計算誤差が生じます。コンピューターは一つの結果を得るのに、誤差を持つ計算値を引き継いで計算を繰り返します。これにより誤差がより大きな誤差を生み、計算値の精度は次第に低くなります。普通この誤差は最終的に得られる計算値の上位3桁が正しいならば気にする必要はありません。しかし、その保証がいつでも得られるというわけにはいきません。また、どの程度の誤差が含まれるのかは、計算値を見ただけでは分かりません。例えば、コンピューター画面に16桁の計算値が表示されたとしましょう。複雑な計算の繰り返しの結果得られた値は、最悪の場合、1桁も正しくないかもしれません。このため、計算値が得られたら、その精度のチェックが必要となります。このことから明らかなように、数値計算は計算誤差との戦いでもあります。数値計算で生じる主な誤差の種類は次のようなものです。丸目誤差はコンピューターの限られた記憶領域の桁数内に数値を収納するため切り捨て、切り上げを行うときに生じる誤差のことです。打ち切り誤差は桁数の大きな、例えば π あるいは無限に続く項の和で表される式を途中で打ち切って計算するときに生じる誤差のことです。桁落ち誤差とは、絶対値がほぼ等しい2つの数値の引き算を行ったとき、有効桁数の減少で生じる誤差のことです。情報落ち誤差は、絶対値の大きな数値と小さな数値を足したり引いたりするとき、小さな数値の桁が失われることで生じる誤差のことです。詳細はインターネット上の記述や関連書籍を参照してください。1985年頃まで数値計算は通常大型計算機を使って行っていました。計算速度は今のように速くはなく、計算機使用量が計算時間の長さに比例して課されましたので、通常有効桁8桁の単精度で計算を行い、計算時間が短くなるように努めました。このため数値計算誤差の問題は深刻でした。しかしながら、現在は自分で所有する高性能のパソコンを使って有効桁16桁の倍精度で計算することが可能となり、この問題は大きく軽減されました。しかし、それでも複雑な計算を行う場合には、計算結果に対して細心の注意を払わなければなりません。私の場合、コンピューターの有効桁と同程度の解が得られる超高精度計算法を独自に開発するなどして、計算誤差の問題に対応してきました。超高精度計算法については今後の動画で紹介します。ここに
化学反応を伴うシステムの分野で数式モデリングを行う際に必ず知っておくべき数値計算技術を列挙しています。赤字のものは超高精度計算が可能な方法を示します。初期値問題解法とは、酵素反応の基礎式であるミカエリスメンテン式のような1回の微分方程式を解く方法です。本法の最も基本的なものはオイラー法です。これは計算アルゴリズムが簡単で理解しやすいのが長所です。しかし、計算誤差が大きいため、従属変数の変化が激しかったり、連立する式の数が多かったりする場合には使用を避けるべきです。前述のように、数値計算は計算誤差との戦いです。計算値が得られたからといって、これがいつも正しいとは限りません。そこで、研究者はより正確な計算値が得られる計算技術の開発に努めました。ルンゲ・クッタ法は、初期値問題解法でよく用いられる方法です。計算精度が高いので、本法は多くの問題に対処できます。しかしながら、連立微分方程式において従属変数が大きく異なる速度で変化する場合や、微分方程式の数が多い場合には、本法よりも高精度の計算法の導入が必要になります。この問題を解決するには、テーラー級数法のような超高精度計算法の導入が必要となります。本法では基本的に計算ソフトが提供する計算値の有効数字に匹敵する計算値を得ることができます。行列計算法は、行列計算を効率よく行うために開発されたさまざまな計算法から構成されています。例えば、連立方程式で表されたシステムは行列表記が可能です。これにより、行列計算を行うことで解を求めることができます。行列計算法の最も基本的なものはガウスの消去法です。これを基本として、計算回数が少なくなるように工夫された計算方法が提案されています。行列計算では足し算と引き算が繰り返し行われるため、桁落ち誤差や情報落ち誤差が発生し、計算値の精度が低下する可能性が高くなります。このため、計算値の信頼性を確かめることが必要となります。求根法は方程式の解または根を求めるための計算法です。最初に一つの方程式について考えましょう。代表的な方法は計算アルゴリズムが簡単でプログラミングが容易なニュートン・ラプソン法です。解に対する推定値または初期値を使い、方程式から構成された計算アルゴリズムに従って反復計算を行います。そして許容できる誤差の範囲内で計算値が得られたとき計算を終了します。初期値が適切であれば計算値は解へ向かって迅速に収束します。方程式すなわち関数式が複雑な形状を持つ場合、解の近くに初期値を設定しなければ計算は発散します。解がわからないからそれを求めようとするのですから、本法の欠点は解の近くに適切な初期値設定が必要であることになります。複数の解が存在する場合、挟み撃ち法が有効です。本法では初期値を少しずつ変化させて計算値を解へ近づけていきます。本法の欠点は収束が遅いことです。次に2個以上の方程式について考えましょう。この場合、上述の2つの方法で解を求めることは困難になります。このため、さまざまな手法が提案されていますが、私は S システム解法という求根法の使用を推薦します。本法の長所は収束計算が対数空間で行われるため、解から遠い初期値からも高い確率で迅速に収束することです。これについては
後の動画で紹介します。数値微分法は関数の微分値を求める方法です。有限差法では微分の定義に従う近似式を使って計算を行います。簡単に言えば、微分点とそこからわずかに離れた点での関数値を求め、これらの値を使って微分点での関数の勾配の近似値を計算し、これを微分値とします。計算値の精度は計算点の間隔を小さくすることで高くなりますが、小さくしすぎると桁落ち誤差の発生により逆に低くなります。例えば、有効桁16桁の倍精度計算では、計算値の精度は最大で8桁程度となります。この程度の精度では、この計算値を次の複雑な計算へ引き継いで用いるとき、著しい計算値の精度低下が起こるかもしれないので注意が必要です。15年くらい前まで、私は計算の原理から数値微分では計算精度の問題から逃れることができないと考えていました。しかし、国際会議に出席したとき、外国の研究者から複素微分法という1960年代に提案された計算法の存在を教えてもらいました。本法ではコンピューターの有効桁と同程度の超高精度で微分値の計算が可能であることが分かり、これにより数値微分の計算誤差の問題を解消することができました。数値積分法は関数の積分を行う数値計算法です。区分求積法では積分計算の原理に基づき、関数曲線と横座標軸で囲まれた領域の面積を積分区間にわたって求めます。台計則、シンプソン則などに従った計算アルゴリズムで面積を計算します。しかし、これらの方法では複雑で大規模な計算を行う場合に計算誤差が問題となることがあります。このような場合、直行多項式に基づく積分法の使用を進めます。本法の欠点は、計算原理の理解が難しく、積分とは別に計算に必要な乗数値をあらかじめ求めなければならないことです。以上述べた5つの数値計算技術は必ず理解すべきものです。一方、次のものは必要に応じて理解してください。固有値計算法は、システムの安定性を評価するためによく用いられる固有値を求めるための数値計算法です。システムの変数が多くなると計算値の精度が問題になります。よって、計算精度を高めるため多くの方法が提案されています。このほか、さまざまな計算問題ごとに多くの数値計算法がありますが、これらをすべて紹介することはできません。微分方程式が2次元、3次元になると信頼できる計算値を得ることが難しくなり、また複雑な境界条件に対応しなければならなくなることもあるため、さまざまに工夫された方法が提案されています。ここでは二点境界値問題という化学反応分野でよく登場する微分方程式の解法を挙げています。二点境界値問題は2回微分方程式であり、2つの境界条件を満足するように解を求めなければなりません。このため、これを精度よく解くことは熟練者でも苦労します。直行線点法は直行関数の特性を利用する高精度計算法で、これまで世界中で利用されてきました。しかし、計算条件が厳しくなると計算精度が失われます。射撃法は一つの境界から関係式を初期値問題としてもう一つの境界まで積分し、その計算値が境界条件に一致するまで計算を繰り返す方法です。初期値問題として解くとき、テーラー級数法を用いれば、解を
超高精度で得ることができます。この方法は学術的に大変興味深いので、別の動画で詳細に紹介します。数式モデリングのエキスパートとなるには、数式モデルを作成できるようになることとは別に、作成した式を解くための数値計算法の知識が必要なので大変です。ただし現在では自分で所有するパソコン上で無料の計算ソフトを使うことができ、また数値計算のための計算プログラムを簡単に手に入れることもできるので、計算原理を知らなくてもとりあえず計算値を得ることができます。したがって決して落胆することはありません。また私の動画では今後数値計算法についても力を入れてお話ししますし、必要に応じて自作のプログラムを提供します。とにかく一緒に頑張っていきましょう。今回のお話はこれで終わりです。次の動画までごきげんよう。